おはようございます。バーケンです。今朝はユンボの椅子が梅雨で濡れています。ここは新潟県。昼夜の寒暖差が大きく、特に秋の早朝は気温が一気に下がるため、梅雨がつきやすいんです。この寒暖差のおかげで、コシヒカリなどの美味しいお米が育つ地域でもあります。ユンボのエンジンは朝一番なので、ちゃんとかかるか毎回ドキドキしますが、無事に始動しました。今日は砂山移動の2日目。明るくなった瞬間から早速作業をスタートしました。今日の一発目の操作です。最初は体が慣れるまで慎重にユンボを運転していきます。この映像は数時間後の私です。一気に上達したような気がします。誰か来ました。妻とワンちゃんです。ワンちゃんが砂山で散歩する様子はこれで見納めだと思います。明るくなったので砂山の上空を撮影しました。棒にカメラをつけて持ち上げました。実は相続時点でこの赤丸の部分には砂利の山があったんです。悪いのは私の父です。いろいろと苦労しましたが、もう私の土地ではなくなり、地元の人が水田として使ってくれています。画面左の赤丸部分とその地下にはたくさんの砂利が埋まっていました。そして画面中央に見える用水路は地元の方が手作業で掃除してくださっていますが、私が費用を負担しています。遠方にある相続地の管理はどうしても人に頼るしかない部分が多いです。朝日が強くカメラをどこに置いても逆光になってしまい、思うようにいい映像が撮れません。ですが逆にこれはチャンスだと思い、映像を見ながら今までなかなか話せなかった裏話をお伝えしようと思います。まず先ほど触れた砂利の山についてですが、この砂利は父の倉庫の隣に住む土建会社の方が置いたものでした。この倉庫は父が競売で入手しましたが、私には不要だったので売却しました。売却金額は15万円でしたが、それよりもはるかに多くの経費がかかり、結果として大赤字となりましたが、無事に手放すことができました。その話もまた機会があればお話ししたいと思っています。実はこれまで土木関係の方々とお話しする機会がなかったので、最初は少し緊張もしました。異なる分野の方々だったので、お会いした時は見た目に迫力があって、ちょっと怖いかもと感じていたのですが、実際にお話ししてみるととても丁寧に対応してくださり、砂利の撤去も快く引き受けていただけました。さて今動画で私が撤去している砂山についてですが、こちらも同じ業者さんにお願いすることにしました。この砂山の撤去にはすでに250万円かかっていますが、その中には砂利の撤去費用も含まれていると思われます。
曖昧な部分もありますが、もう終わったことですし、仕方がないです。もともと父が引き起こした問題ですが、最終的に土地がきれいになって手放せるのであれば、それで十分だと思っています。確かに父が倉庫を競売で安く手に入れたのは事実ですが、競売物件は相続時に面倒なことが多いため、相続する際には注意が必要です。配当板で土を押しているシーンでは、たまたま日差しがいい角度から差し込んでおり、映像がとても良い雰囲気になっています。ここは普通速度で再生してその迫力をお伝えします。小型のユンボとはいえ、土を豪快に動かす姿はやはり気持ちの良いものです。
操作にもだいぶ慣れてきました。バケットには土をできるだけ山盛りに積んで運んでいます。少し壊れることもありますが、山盛りにすることで作業時間の短縮につながります。いつもの10分を超えたので今回はここで終わります。10分というのは私の都合です。ご視聴ありがとうございました。